前回トゥードゥーリストの作り方を河野から学び、10時間勉強にトライした門下生たち。8月に受けた東大模試の結果も返却され、一段と気合いの入った赤門道場。おはようございます。おはようございます。どうですか、勉強進んでますか？まあ、すごい浮かれてますけど家のサングラスがもうこれで最後の。その夏の東大模試が返却されてきたと思うんですけど、皆さんどうでしたか？かもなくどうでしたか？夏といえば東大入試実践模試、東大入試オープン、東大本番レベル模試など、各予備校が東大入試と同じ形式の模試を開催。自分のレベルの把握と記述形式への慣れ、採点基準の確認などが行えるため、東大を志望する受験生にとっては必須の模試です。1個は思ってたより良くて、1個はそこそこみたいな。自分の実力的にはどっちの方が実力反映してるなっていう感じ？そこそこだった方が初めて受けたやつで、初めての東大研修だったので、良かった方が自分の実力だとしたいです。英語がとにかく時間足りないっていうのが1回目で分かって、2回目でスピードアップしたので、結構伸びが良くて、逆に日本史が落ちてしまったので、運よく取れるんじゃなくて、いつでも取れるようにしたいです。自分に自信を持つことはいいことなので頑張りましょう。どうでしたか？僕は受けてそんなによくはなかったですね。だからこれから秋になって頑張っていきたいなと思います。なんかその夏前に受けた模試よりちょっと成績が落ちてしまったので、逆にその本番に向けて良い葉っぱをかけてもらえたんじゃないかなって感じがします。数学になるんですけど、問題文の読み間違いでその前提からずれちゃって、その大問の6つのうち2つがその最初から0点になっちゃって、そこが割と響いてきちゃってるのかなっていう、そういうそそっかしいミスをなくしていけるからなっていう感じですね。まだまだあるからね、時間。どうですか？何個か受けたんですけど、全部なんかパッと見いいんですよ。でも科目ごとに細かく見ていくとそうでもないっていうか、なんか薄い氷の上に立ってるなみたいな感じがして、危ういっていう感じがします。判定はいいんですけど、成績の内訳ってのを見ていくと、なんかちょっとここダメだねっていうか、ここはもうちょい取れたでしょ。例えば英語とかは得点すべき得点をまだ取れてないし、あと数学は数学で振れ幅が大きすぎるので、はっきりと課題が見えてくれたのは本当に良かったなっていうふうには思ってますね。数学はどのぐらい幅が3つでありました？下が2で上が20、ちょっと上が20ってのもまだまだ問題なんですけど、得意不得意が分かれてると思うし、その苦手科目がそこそこ点数取れた時に全体として良くなるっていう傾向にあると思うから、そこの苦手科目をまずは負けないっていうところを目指して頑張りましょう。どうですか？どっちも悪くなりますね。どっちもいい点数じゃなかったので、ショックです。自分の課題点は英語と国語だって分かってるので、そこをしっかり詰めていきたいです。よく見ると科学が0点に。なぜ？科目記入欄に何も書いてなかったら本番では0点になるので気をつけましょう。なるほど。参考得点みたいに書いてあって、それでは20点って書いてあったんですけど、それが0点になっちゃいましたね。想定より悪い点数が出たと思うけど、あと苦手科目とかも多分明確だと思うんで、そこを詰めていきましょう。どうでしたか？そんなによくはなかったんですけど、結構新しく東大研修をやって、どういうふうに採点するのかとか弱点があったので、これからの勉強の道しるべだと思います。点数だけ見たら良くないんですけど、でも、分析していったら結構その自分の弱点とかが分かって、これからその先の目標点数とかを考えていったときに、なんかそんな落ち込むだけじゃなくて、これから先やっていこうっていう改めてのモチベーションになりました。社会系がやっぱり、だいぶ低いっていうのは勉強時間に比例して低いんだろうなっていうのは分かってて、で英語が思ったより取れなくて、その英作文と特にリスニングなんですけど、受けるまでは自分はそこまでじゃないのかなと思ってたけど、実際こんなに採点されないんだっていうことに気づけたので、英語社会が課題です。
模試っていうのはあくまで次にどうつなげるのかっていうのが一番大事なので、今回は軽くその模試の復習法についてレクチャーしていこうと思います。まず模試みんな解けなかった問題解けるようにはなってるよね、さすがに。それはもう当たり前。解けないだった問題をどういうふうにしたら解けたんだろうっていうのをまずは確認するっていうのは当たり前なんですけど、その時にまず確認してほしいのが、そこの単元の周辺をちゃんと参考書に戻って復習するっていうことですね。そのピンポイントで知識が抜け漏れている場合は、その知識っていうのはこういうものがあったなっていうのをその場で確認するだけじゃなくて、参考書のどの部分に書いてあったんだろう、その周辺でどういうものだったんだろうっていうことを、その知識のその全体像っていうものをちゃんと押さえながら復習していくっていうことが重要ですね。もっと大事なことっていうのは、その模試を受けて今後の勉強にどう生かすかっていうことをちゃんと考えるっていうことですね。東大形式の問題そんなに経験なかった人とかは、これぐらい今自分は取れるんだ、じゃあこのレベルの問題を今後解けるようにするためにはどういう勉強をすればよかったんだろうっていうことをちゃんと考えるっていうことが大事ですね。例えば東大英語とかってその文法書を何週も何週もして点数取れるようになりますかって言ったら違いますよね。今の勉強っていうのを続ければ本当にこの問題解けるようになるんだっけっていうことを考えながら勉強していくっていうことが大事ですね。模試の復習法だったんですけど、今回の模試の成績を受けてちょっと田中先生が物申したいことがあるみたいなということで物申しに来ました模試見たんですけど、理系の子2人ができてないのはまだできてないんですけど、文系の3人も正直そんなに良くなかったで、今回授業しようと90分間の中でもう今日限り文法をやらなくていいぐらいの詰め込もうと。で古文ってちなみに入っていっていいですか、東大の古文20点、そのぐらいですよね。正直配点も低いじゃん、低いんだけど、俺が今まで見てきた子たちってやっぱりそのバカにしてた古文で落ちるとか、やっぱり1点2点でね落ちる時は落ちる。もうちょいどこできたのってなったら多分古文だったんじゃないかなっていうのが多いし、やっぱりもっと古文ちゃんとやっとけばよかったですね。特に理系の子多いんだけど、みんなの模試を見る限りはあんまりできてなかったので、とてももったいない。1日でバッチリできるように鍛えます。よろしいですか？はい。よろしくお願いします。始めます。ちなみに古文文法って自分の中でどれくらい入っているっていうじゃないですか。クオリティというか、どこまでやればいいかというと、どの助動詞もパッて言われた瞬間に意味と活用と接続と意味の見分け方まで全部言えるくらい、それくらいまでやった方がいい。今日やるのってその助動詞とか敬語とかなんだけど、正直その品詞分解できたら何なのみたいなこと思うと思うんだけど、品詞分解ができないと、その品詞分解をした通りの訳をしないと点来ない東大って。ということで、じゃあ問いの1のルーラルの指摘せよというところなんですが、じゃあルーラルの意味を答えてください。田中先生の古文特訓教材とフル動画はスターディの公式 LINE で。知識がギュッと詰め込まれていたので確認にもなってすごくためになりました。まず古文っていうのをニュアンスでだいぶ解いてきちゃった人間なので、そのシステマティックにやっていくっていうその再構築っていうのをちょうどこの間の東大模試の結果が出てからやっぱ悪かったので初めて言ってたんですけど、やっぱりまだまだ知識の抜けとか漏れとかが多いので、そういうのがはっきりさせることができた授業だったんじゃないかなと僕は思います。国語がすごいためになって、ちゃんと用紙まとめて伝えてくれたので、すごい分かりやすかったです。予備講師とかやった方がいいと思います。弊社の講師です。お疲れ様。いろんな種類のランチあるんだけど、何がいいとかある？ハンバーグと魚？こんな感じ。ハンバーグ。健康です。元気くんは魚。ハンバーグ好きなやつマジだったな。こんな誰でも好きなやつなんだけど。ハンバーグはそうなんだ。ひき肉が好きじゃない。ひき肉が好きじゃないってだいぶ料理幅が
みんな今の肉好きなのに。みんなさ、学校のテストとかないぐらい学校の中で普通に3桁とか普通に取ったからね。今日の順位出ないんだよ。出ない？ぽいわ。本物のなんか進学校みたいなところとか。定期テストの勉強しないと。それはしないっしょ。なんかしなそう。ずっと定期テストに命を込めてきたから。そうだよね。なんか前のね、質問の時に。そう。ずっと1位。負けました。すごい。皆さん午前中はお疲れ様でした。午前は田中先生の古文講義を受けたと思いますが、午後は僕がね、数学の講義をしようと思います。で、今回は数学の勉強してるはずなのになかなか東大レベルの問題解けるようにならないよみたいな人も結構いると思ってて、それはそもそも数学の勉強の仕方が違うんじゃないかと、そこがどういうふうに勉強していけば東大レベルの問題を解けるようになるのかっていう講義を今回したいと思います。まず第1問の括弧1、これ実は以前無限問題マラソンの時に扱った問題の最初の問題ですね。2人苦戦してたと思うんですけど、今はもうどの時か分かりますか？まず同じ文字で整理をする。はい。X とかに注目して。じゃあ X について整理します。で、どうしますか？塊を作るっていうとあれですけど、X プラス Y 足す1の事情みたいな感じになって、何をするっていう端的に言うと因数分解。ちょっと違う。平方完成。平方完成。で、どうする？ちょっとここまでは思い出せたんですけど、ここから先がちょっとあいふやになっちゃってるので。で、今思い出すっていうことを言ったと思うんだけど、覚えるもんじゃないんだよねっていうことをしっかりと理解してほしい。なぜかというと、この後括弧2番の問題見てもらえればいいと思うんだけど、パッと見違うよね、問題としては。でも括弧1がちゃんと理解できてれば括弧2の問題は全く問題なく解けるはずっていう話をしますが、河野先生の数学特訓教材とフル動画はスターディの公式 LINE で。難しかった難しかった。疲れたか？なんとか一つでも多くでセンス拾って、なんとか血肉にしようかと思います。新しい発見だったり、サインコサインとかのところが特になんですけど、新しい考え方っていうのを学べて、とてもためになりました。東大って結構毎回知的領域の問題が品質なので、そういう問題を解く上ですごい重要なエッセンスみたいな部分をしっかりと復習できるいい機会になりました。日々勉強に励む赤門道場門下生たち。彼らはどんな教材や文房具で勉強しているのでしょうか。みんなに紹介してもらいました。はい、僕の一応バッグです。ボロいんですけど、端的に言って高校の2だったか1だったか忘れましたけど、なんかその時から使ってて、でいろいろ傷がついちゃってるのは自分が転んだりしたせいです。最近は電車の中と英語とか結構力を入れてやってるんですけど、皆さん鉄壁っていうのをご存知だと思うんですけど、そのままの状態だと見づらい、みっちい文字を読むのがちょっと嫌なのでちっちゃい文字を読むのがちょっと苦労するので、こんな感じで文が書いてあるところにマーカーとか引いたりしてて、そこを重点的に読んだりしてます。英検準1級とか英検1級の単語とかも忘れないようにたまに見たりとかはしてます。でこれもまたボロいんですけど、小1の時からこれ使ってる。小学校通い始めた時にパカパカの筆箱じゃなくて、なぜか親からこれを与えられまして、買い替えようと思っても別にそこが破れなければいいやみたいな感じのマインドで使い続けたらこんなになっちゃって、普通にそこが破れない限りは使い続けるつもりです。愛着もあるので。
大学入った後も使う？そこが破れなければ使います。マッキーがあったり、蛍光ペンがあったり、クルトがあと、これはデルガードかな。あんまこだわってないですね、文房具に関しては。はい、バッグです。あ、これは誕生日にもらいました、友達から。リスです。いや、なんかこういうのが流行ってるんですよね、これが。私が確かに確かにそんな。筆箱です。あ、これすごい便利で、こうやってパカって開くんですよ。あ、でこのピンは絶対大事で、前髪を留めます。これ東大ペンです。あと東大消しゴム、あともう一個東大消しゴムあります。シャーペンはクルトガと東大のやつと、あとこの 0.3 細かい書き込みとかするときはこれ使ってます。これ単語帳です。順一をなんか1回買ったのでずっとこれ使ってます。これ古典単語帳、普通の日本史の教科書。ちなみにこれ私のじゃなくて友達と入れ替わっちゃって、あ、これ写してほしいです。結構ちょっとハイセンスな。あと東大ファイルです。あとこれやだな、なんかミーハーみたいな超恥ずかしいですね、こんなん持ってるの。なんかお父さんがくれたのでずっと入れてます。あと電子辞書です。あ、書店表あります。もうこれなんかあんまいいのない。いや、これずっと溜まっちゃって、なんか捨て忘れみたいな。順位は1位です。バッグです。結構ボロボロなんですけど、まだでも1年しか使ってなくて、ちょっと理由は謎なんですけど、僕のに比べればね多分レッサーパンかなってそうです。同じあ、そう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 。そう、このリュックは大きさっていうのを特にこう注目して一番大きいやつを買ったんですけど、色もなんかパステルカラー好きなんでいいなっていうので買いました。で、ここがアリアと選んで、英単語とかなんか入れたら、そのちょっと背負ってて勉強するのが億劫でも取り出しやすいからっていうので、ここあるやつ選んで、今は古文単語ですね。通学が行きだけで2時間なんでそう、電車の時間が1時間半かける2ぐらいあるので、そこでちょっとボロボロ、これはちょっと管理不足ですねなんで、英単語のターゲット1900をやってます。ちょっとカバー外した方がかっこいいんでこうしてますはい、筆箱も大きさ重視で高1の時から使ってるってやつで、この赤、青、オレンジ3色サラサラです。古文単語なんか入ってます。で、主に使ってるシャーペンがこれが一番ずっと使ってるんですけど、緑のなんかどこのか消えちゃってて分かんないですけどあとこれと一緒に使ってるのが東京大学のシャーペンです。これ書きやすくて、ノート系だとちょっと英作文の対策として日本語から英語に直すってやつの、キレキレのフレーズみたいなのをちょっとまとめてるみたいなノートです。で、日傘ですね。で、ハンコちょっとこれはちょっと議論は議論第1回の景品いただきました。はい、いただきましたいや、ちょっと背中蒸れちゃうんで、ちょっとこれを持っていきます。今日だけ出してないっすよ出してないじゃないですかすごい荷物多いのめっちゃ嫌なんで、なるべく少なくしようって感じでそのバッグに入れて持ち歩いてます。入れてるのが、クリアファイル、これかわいいキツネのクリアファイル入れて、これトートバッグの柄はラコレかな、ラコレで買った真珠の耳飾りの少女なんですけど、これの色違いをあとなんか2枚ぐらい持ってます。なんかルーズリーフとか入れる、これにちょっとこうやってまとめてルーズリーフを入れてるのファイルと、単語帳は鉄壁とか使ってたんですけど、ちょっとめっちゃ重いなってなって、スマホに落とし込んで使ってます。読み物としてこの速読英単語上級編を
ペラペラ読んで覚えてます。そうですね、あとタブレットに基本的ななんか僕の参考書のデータとかを全部タブレットに行って落とし込んで、それで見たりすることで、なんか重さがだいぶ少なくなってるんでめっちゃいいです。筆箱がこんな感じです。これメガネ入れを筆箱として使ってます。記憶も多いの嫌なんで、なるべく少なくして、基本的にはこのなんかサラサのちょっと高級なやつみたいなやつで全部書いてます。であとペンとかはこのパイロットの S13 っていうペンを使ってて、あと多機能ペンが普通にこれと、あと消しゴムです。これ河野塾のマンツーマンの授業でもらったその英作文の大事な表現とかをまとめるノートで、こっち側は読解中で見て分かんなかったような単語をまとめるノートを作っています。でこれを電車の中とかで見たりしています。あとイヤホンなんですけど、基本的に僕ずっと勉強中は過去問解く以外は全部音楽聴きながら勉強しています。なのでもうずっとこれは欠かせない必需品です。あとは猫がいて猫なんかずっと入れっぱになっちゃってますね。マイパックです。これ結構オシャンティーな構造になってまして、こうランドセルと同じでこうパカッとお守りは誰かが買ってくれました。親だと思います。勉強用タイマーみたいなやつですね。筆箱っすね。買えるそうですね。これはシンガポールで買いました。いねえな。主に使ってるシャーペンがこの2本ですね。ラミーのやつと、でこれ結構思い入れがあって、なんか親に東大 A 判定出たら買ってあげるよみたいな、これ結構高いやつなんですけど、で買ってもらったんですけど、使いづらくて今使ってません。主にノート取るときはボールペンで、シャーペンちょっと嫌いなんでボールペンで書いてます。ボールペンで消えなくないの文字が。ボールペンはだから消してない。間違えた場合はもうで、あとバインダーっすねこれ。いや電車とかでなんか暗記系とかじゃなくて書く系やりたいんで、鉄壁は革はかっこいいんでテープで貼ってちゃんと取れないようにしてます。であと古文単語帳ゴルゴですね。これ一番お気に入りです。おすすめしたい教材っていうかがこの東大の合格体験記、600人ぐらいの合格体験記が載ってて、読んでるだけでモチベ上がって、初めて読んだ時はモチベ上がりすぎて受かってないんですけど、合格体験記2枚書きました。今日学んだことが大事というよりかは、今日の考え方っていうのを日頃の学習に生かしてほしいなっていう感じだから、古文に関しては、あれですね、時間をかけないがテーマなので、今日やったことに関しても本当にこうギュッてしたやつなんで、最低限なんで、ドアを開ける前、家のドアを開ける前までにはちゃんと覚えて帰ってきてほしい。そう覚えてないならば家に入らないかもしれない。模試も返ってきていろんな気持ちがあると思いますが、模試だったりあるいは今日の講義だったりっていうのは、今後の勉強にねどう生かすかっていうのが一番大事なので、まだあとっていうほどないか、4ヶ月ぐらいか、そのね4ヶ月たった4ヶ月なんで、ぜひそのね一日一日悔いを残さず、もうこの4ヶ月を頑張れるか頑張れないかって受験の合格も左右するし、やっぱりこう自分の尊厳じゃないけど、この最後の4ヶ月すら頑張れない人間なのか自分はって思いながら一生を過ごすかどうかっていう、今後の人生の大事な分岐点にもなってくると思うので、本気で走り抜けられれば今後のね長い人生の中できっと自信になると思います。ぜひ最後まで諦めず粘って頑張っていきましょう。はい。半年後には大学生活楽しみ。もう本当それがもうね、あれですよね。もう
それが生きる目標みたいな感じに今はなりつつあるっていう感じですよね。そうだね。本当はもう180とか寝たらもう普通に大学生をやってるわけですから、楽しみ。そうもうそんなもんよ、寝る回数は。だからね、100回寝たら協定終わってるわけか。そうです、終わってます。今日寝るまでにね、それ考えたら今日寝るまでにやることっていうのもね、一日一日考えて寝る回数増やしたいんで、緑とかしよう。そういうことじゃないそういうことじゃないんだけど。